どうも KT です。老舗の名店から B 級グルメまで何でも食べまくる KT イーツが、今回はカレー好きに知らない者はいない珠玉のインドカレー名店5選をご紹介します。日本のカレー界屈指の名店ばかりなので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初のお店は、この歴史ある美しい歌舞伎座のすぐ近く。創業は昭和24年、70年以上も歌舞伎役者をはじめこの地で愛され続ける日本最古のインド料理店です。行列の絶えない人気店で、午後3時でも満員です。お店の外観もですが、店内も可愛いんですよ。1階はこんな感じで、見事な壁画の2階もいいですよね。待ち時間は10分ぐらいで入店できましたが、この時間でも店内はすごいにぎわい。お客さんは実に多国籍で、年齢層も幅広くいらっしゃいます。お店の方はインドの方だと思いますが、万が一こわもてに見えても皆さん優しく、とても親切に対応してくださいます。日本語が話せる方が多いので安心です。これはお通しだそうです。こちらはパッパルといって、原材料はレンズ豆のようです。あ、パリパリだ。軽く塩味がついていて、ご覧の通りパリパリです。素朴な味わいが美味しいですね。そうね、一番下がパクチーの香りが爽やかなサラダ。レタス、パクチー、水菜、パプリカ、トマトなどが入っています。ナイルレストランの一番人気、ムルギーランチが来ました。お客さんのほとんどがこちらを注文しています。ドーンと大きな骨付きの鶏もも肉が乗っていますが、お店の方が目の前でチキンの骨を取り除いてくれます。はい、どうぞ。ありがとうございます。これはもうぐっちゃぐちゃに混ぜて食べるのが一番大好きです。この混ぜる時が一番テンション上がります。チキンの他にキャベツとマッシュポテトが添えられています。それを全部混ぜていただきます。爽やかな辛さで美味しいですね。チキンはホロホロに柔らかく、かなりしっかりとした味がついています。創業以来変わらない味を守り続けているムルギーランチは、創業者の AM ナイル氏がそれぞれ別の料理だったチキン、ライス、マッシュポテトをワンプレートで食べるようになったのが始まりだそう。なのでもちろん個別に食べてもそれぞれ美味しいのですが、混ぜれば混ぜるほどうまくなるムルギーランチ。ちなみにムルギーはヒンディー語で鶏肉という意味らしいです。少し辛くなってきたらこちらでリセット。日本でもおなじみになってきましたヨーグルトドリンクのラッシー。こちらはマンゴーが入っていてかなり甘いです。本当だ、甘い。これはひよこ豆。こちらはひよこ豆のインド風炒め物と書いてありました。先ほどいただいたパッパルと一緒にいただいてみます。辛さはなく、ほんのり甘いひよこ豆が美味しいですね。スパイスやマスタード、玉ねぎ、ピーマン、トマト、ニンニクなどが入っていて旨味たっぷり。こちらが次におすすめのマトンカレー。大きなマトンとじゃがいもが入っています。インドでしか手に入らない食材以外はお米をはじめ全て国産を使っているせいか、本格的なインド料理に慣れていない私たちでも馴染みやすく食べやすいんですよね。うわー、美味しい。柔らかい。こちらはしっかり辛いです。マトンの風味がよく、深い味わい。芳醇なスパイスの香りがたまりません。
次のお店は目まぐるしく移り変わるこの渋谷で、ここだけは変わらない昭和26年に創業した当時の佇まいで変わらぬ味を守り続けるインドカレーの名店です。平日の開店前で並びは4人ほど、行列の時は入店前に注文を聞かれます。昔懐かしい昭和の雰囲気が残るこの感じ、いいですよね。メニューはシンプルでムルギーカリーとハヤシカリーのみ。ほとんどの方がメニューも見ずに注文していました。ラッシーではなく、こちらではヨーグルトドリンク。こういうところが昔ながらでいいんですよね。清涼感があって美味しいです。店内も上品でどこか懐かしさを覚える落ち着いた雰囲気。お店の方も親切で丁寧に対応してくださいます。こちらがお店の看板メニュー。ほとんどのお客さんがこちらを注文しています。ちなみにこちらは大盛りで、普通盛りと比べるとこんな感じ。この特徴的なそびえ立つライスは、山が好きだった先代が考案したエベレストのイメージだそうです。トロ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 だね。うわ、美味しい。こっくりと濃厚でコクが深くマイルド、ピリッと刺激のある辛みとスパイスの香りがたまりません。何より固めに炊かれたお米が異常に美味しいんですよね。お米をはじめ日本にないスパイス以外は全て国産の食材が使われています。合うのよ、また卵が。途中からチャツネで味変してみます。フルーツとスパイスを煮詰めたものでカレーに混ぜると甘くフルーティーな香りを楽しめます。先代が異国の地で覚えた味を日本風にアレンジした日本式インドカレーはまさに唯一無二。これを知ってしまうと渋谷に来るたびこちらになってしまいます。うまい。カレーに添えられているのは福神漬けと紅生姜。紅生姜がカレーに合うのはこちらで知りました。うわ、ハヤシうまい。ベースは同じだと思いますが、こちらはトマトの酸味と甘みが強く、これもまたまろやかで美味しいですね。次のお店は新大塚駅のすぐ近く、いわゆるダバ系の人気店で、食べログインド料理日本一やミシュランビブグルマンに選出される有名店です。週末などは予約困難になりつつありますが、今回は予約なしで平日の夜開店前を狙ってきました。予約で埋まっている場合もありますので、遠方から来られる場合は予約した方が無難です。看板のないお店なので、お店の場所が分かりづらいかもしれません。南大塚通り南という交差点で、タイガージェットシーンが目印。店内は上品で落ち着いた雰囲気。この日もすでにほとんどの席に予約のテーブルセットが準備されていました。こちらはディナーメニューで、ランチはまたメニューが変わります。メニューはカレーの他にタンドール料理も人気です。すいません。はい。
がとうございます。はい。こちらマンゴーです。はい、マンゴーですね。お店の方は皆さん親切に対応してくださいます。こちらは1時間半の時間制限がありますが、食事を楽しむには十分ですよね。おと豆だね。料理が来ました。大ぶりのタコとひよこ豆たっぷりの贅沢なサラダ。量も多く軽く 3,4 人前はありそうです。ね、ひよこ豆結構たっぷりだね。タンドリーチキンも注文しました。こんがりと焼けて香りが最高ですね。大きな鶏胸肉が2つ。これは食べ応えがありそうです。ミントとレモンのソースをかけていただきます。特に柔らかい。香ばしく身はふっくら。ニンニクとスパイスがガツンと効いています。おいしい。こちらも香ばしくていい香り。大人気のチーズクルチャ。ナンに似た生地の中にチーズがたっぷり入っています。すごい。ガーリックがすごい効いてる。厨房では常にクルチャやナンの生地を打っているのが客席からも見えました。やっぱり打ちたて焼きたての生地は最高ですよね。サクッと香ばしくほんのり甘い生地にトロトロのチーズがたまりません。こちらは辛くないカレーで大人気のバターチキンカレー。こちらのお店でも一番人気とおすすめいただきました。大きなチキンがゴロゴロっと入っています。カレーもライスもボリュームたっぷりです。バスマティライスではなく国産米のターメリックライス。クミンで香り付けされています。木のスプーンでね。こっちでいいの。うわ、レグラーでカットしてお店で持ってきます。こっくりとマイルドなバターチキンカレー。バターのしつこさがなくフレッシュなトマトの酸味でサラサラと進んでしまう恐ろしいカレーです。これはたまりません。もちろんクルチャにつけても最高です。うわ、なんかすごい。こちらはナンのレギュラーサイズとハーフサイズもありました。分けてる。パリッパリだ。焼きたて熱々。こちらも人気のマトンカレーをつけていただきます。マトンです。こんな色してるんだけど、うわ、結構ひき肉もいっぱいかな。通常インドカレーは手でいただけるぐらいの温度ですが、こちらのカレーは熱々です。マトン柔らかい。本当に柔らかい。マトンが美味しい。柔らかい。ほろほろ。ピリッと刺激のある上品な辛み。マトンが美味しいですね。独特の臭みゼロ。マトンの旨味しかありません。これは最高ですね。次のお店は円谷プロゆかりの地、祖師ヶ谷大倉駅からすぐ近く、ウルトラマン商店街にあります。ウルトラマンモチーフが至る所にあってとても楽しい商店街ですが、お店は本格的。南インドの5つ星ホテルのシェフが営むインドカレーの名店です。座席の配置が現地と同じで、テーブル席の椅子が向かい合わせじゃないんですよね。もちろん向かい合わせの席もあります。今回注文したのはこちら、ミールスという定食のようなもので、ライスとおかず、カレー、スープ、デザートのセットになります。多少はできる。
ランチミールスの他にも単品のカレーやお子様用のメニューなどもあって、家族みんなで気軽に本場の料理がいただけるのも魅力の一つですよね。アルコールのメニューも充実しています。今日は暑かったのでお決まりのこちらで涼みます。インド料理店に来ると飲みたくなるラッシーとチャイ。スリマンガラムさんはカーピというミルクコーヒーも人気です。ちなみにこちらのお水はお冷やではありません。バナナの葉を湿らすためのお水です。ランチミールスはバナナの葉の上でいただきます。お店の方は皆さん明るく親切で何でも教えてくださるので、初めてでも全く心配することはありません。余分なお水はテーブルの上に落とします。メニューにもこんな可愛いイラストでインド式の食べ方などが詳しく載っています。最初のアチャールが運ばれてきました。ここから次々に料理が運ばれてきます。レモンのピクルスです。レモンのアチャール、こちらはレモンの皮ですね。しょっぱい、ちょっとしょっぱい、ちょっと辛い。豆と大根。次に豆と大根のクートゥーが来ました。こちらは辛くなく大根の甘みが美味しいです。こちらはじゃがいものポリアル。それ自体は薄味ですが、カレーを食べるとこのじゃがいもや大根のクートゥーが欲しくなるから不思議です。これはと野菜カレーや。野菜カレー。これドラムスティック。これはナス。こちらはベジミールスの野菜カレー。スーパーフードとして知られるドラムスティック、ナス、ゴーヤなどが入っています。トマトの酸味とスパイスの香りが爽やかなカレーで、こちらにはやはりインドのバスマティライスが合いますよね。トマトの酸味が効いたスープで辛いお店もありますが、こちらは辛みはありません。これをライスにかけても美味しいそうです。これも出した時です。パヤサムといってミルクぜんざいのようなデザート。カシューナッツ、タピオカ、バーミセリという極細パスタが入っています。チェリナールチキンカレーや。サービスカレーや。サービス。日替わり。こちらはサービスカレーで、オーナーのマハさんがその日に食べたいものを作るそうです。この日の日替わりはマハさんの出身地チェティナードゥ地方のチキンカレー。チキンはホロホロに柔らかく、芳醇なスパイスの香りと刺激的な辛さが癖になる美味しさ。ランチミールスのカレーは3種類全部いただくこともできますが、カレー同士が混ざってしまうので今はマトンだけをいただきました。こちらはおなじみのパッパドに米粉が入ったアッパラムというもの。ちょっといただきます。うちではこれオーザックと呼んでます。これで大体の料理が揃いました。そしてなんとこちらの料理は全ておかわり無料。好きなものを好きなだけ、心ゆくまでインド料理を楽しめます。すいません。卓上調味料は塩と黄色い豆のふりかけ、カードチリ。これで味変しながら最後まで飽きずに食べられます。辛いのがお好きな方はぜひこのカードチリおすすめです。早速おかわりをいただきました。次はチキンカレーとフィッシュカレーをいただきます。料理はすべてそこまで辛くなく素朴で意外にあっさりとしていて最高に美味しいです。よそでは手で食べることはありませんが、こちらに来ると手食したくなるんですよね。おにぎりと一緒で手で食べるとより美味しく感じます。もちろんテーブルにカトラリーもありますのでご安心ください。お店の方が常に声をかけてくださるので自然とみんな笑顔になるんですよね。美味しいだけじゃなく楽しくてお腹いっぱい。食べ終わったらバナナの葉を手前に折っておしまいです。大満足のごちそうランチでした。美味しかった。お会計はレジカウンターで
最後にフリスクのインド版フェンネルをいただきました。140年もの歴史がある上野駅の周辺には東京を代表する老舗の名店がたくさんありますが、次のお店も日本カレー史に欠かせない重鎮。創業は昭和31年、変わらない味を守り続け、間もなく70年を迎える日本初のインドカレー店です。入店しました。店内非常に狭いです。広い店舗の銀座店もありますが、デリー発祥の地であるこちらのお店は全国からファンが押し寄せます。メニューはこちら。カレーの種類は豊富で、辛くないカレーもありますし、辛さをさらに増すこともできます。今回はセットを頼んでみました。デリーのセットは3タイプ。こちらはスペシャルセットについているサラダで、こちらのセットにはラサムという南インドでは日常的に飲まれているトマトスープもついている。あとこの緑色のはスパイシーでトマトの酸味としっかり辛みもあって美味しいですね。デリーの代名詞カシミールカレーが来ました。インドカシミール地方とは関係なく、日本では黒くてサラサラのカレーのことをカシミールカレーと言いますが、こちらがその元祖。ご飯を大盛りで注文しました。普通盛りとの違いはこのくらい。小麦粉や砂糖を使わず、水分を限界まで飛ばして黒に近い飴色に炒めた玉ねぎとブイヨン20種類以上のスパイスをじっくり煮込んだ、創業以来守り続けられている変わらない味。うわうまい。深いコクと旨味、わずかな苦味とスパイスの香りが最高です。後から辛さが押し寄せてきますが、ヒリヒリとただ辛いのではなく、辛みも旨味となってスプーンが止まりません。箸休めに卓上の玉ねぎときゅうりのアチャールがさっぱりとして美味しいんですよね。こちらのレシピは当時初代の奥様がご考案されたそうです。辛くなってきたらこれですよね。セットのドリンクはマンゴーラッシーにしました。こちらはタンドーリチキンセットのチキンとサラダ、単品のタンドーリチキンティカもあります。スパイスとヨーグルトに漬け込まれた鶏もも肉、柔らかくジューシーで最高に美味しいです。タンドーリチキンセットのカレーは今回初めていただきます。ベンガルカレーにしてみました。とろみはなく、こちらもサラサラ、大ぶりの野菜とエビがゴロゴロと入っています。ベンガルは辛さ控えめ、トマトの酸味と旨味が強くまろやかで美味しいですね。美味しい。セットのドリンクはインディアンティーにしました。インド料理店によくあるスパイスミルクティーです。激甘なお店が多いですが、こちらは甘くなくガムシロップで調整できるのがいいですよね。ごちそうさまでした。最後にもう一つだけ、
こちらは一応立ち食いそば店なのでインドカレーの名店として紹介することはできませんが、インドカレーのうまい店と聞いて立ち食い好きはすぐこちらを思い浮かべるのではないでしょうか。まずは食券を買います。こちらはメニューが多いのでいつも目移りしてしまいますが、よもだカレーだけは毎回注文します。2022年にはなんとカレーアワードを受賞しています。よもだそばさんの魅力は正直ここでは語り尽くせません。そばの動画で思う存分紹介したいと思っておりますが、カレーが目当てのお客さんが多いのも事実。こんな本格的なカレーが立ち食いそば店でいただけるとは思いませんよね。大きな骨付き鶏もも肉はスプーンでほぐせるほど柔らかく煮込まれています。よもだそば自慢のつゆをベースに作られているところがポイント。美味しい。本格、本当に本格。スパイスの香りとトマトの酸味、まろやかでコクがあって、これが最高なんですよね。こんなに気軽に食べていいのでしょうか。これだから立ち食いそばはやめられません。それでは皆さん、今回の東京インドカレー5選はいかがだったでしょうか。私は決して辛いのが得意というわけではありませんが、今ではすっかりスパイスの魔力に取りつかれてしまいました。美味しそうだなと思ってくれた方はぜひ高評価を。カシミールカレーはいつもベリーベリーホットだよという激辛ラバーは高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。